10万ドル超の自動車ローンを他人の名前と社会保障番号で通そうとした連中が店頭で止められたぜ。他人の名義で10万ドル超？店を出る前に計画が全部崩れてるじゃん。時刻は2023年3月30日午後4時30分頃だったぜ。場所はニューヨーク州ニューロシェルの自動車販売店だな。確認されている10万ドル超は車両価格じゃなくローン額なのね。商談席にはケベック州在住の24歳女性らがいたとされるぜ。そこで使われた氏名は申込者本人のものじゃなかったんだ。しかも社会保障番号まで実在する別人のものだったのよね。名義人はペンシルベニア州とアイオワ州で暮らす2人だったぜ。知らない場所で自分の信用を使われるなんて想像するだけで怖いわ。販売店のスタッフは不正購入の疑いを察知して刑事へ連絡した。違和感を無視して契約を進めなかったことが最初の防波堤ね。やがて刑事が到着し、高額商談は一転して確認の時間になったぜ。高級な車に乗る未来より目の前の書類の説明が必要になったのね。もう少し待てば通るはずよ。ここまで来たんだから戻れないわ。今の言葉は抽象化した再現だが、引き返せた分岐点を追うぜ。最初の分岐点は他人の氏名と社会保障番号を使ったことだな。その時点で買い物の相談じゃなく他人の信用を踏む行為よ。警察発表では現場の2人が別人の情報を使ったとされている。ただしその情報をどこで得たのかは確認されていないのよね。そうだぜ。盗難情報の入手経路や書類の作り方は不明だ。わからない部分をもっともらしい犯罪手口で埋めちゃダメね。確認できるのは他人の情報がローン申請に使われた点だぜ。見えない名義人にも信用や生活があることを忘れちゃいけないわ。番号を入力しただけでもその先には実在する被害者がいるんだ。次の分岐点は3人が実際に販売店へ来ていたことだぜ。情報を用意して終わりじゃなく店まで来て商談を進めたのね。3人のうち1人はケベック州在住の24歳女性だった。でもどんな経路で入国したかは資料からわからないわ。渡航目的も未確認だ。買い物のためだったとは断定できないぜ。住所や国境を越えた事実だけで物語を盛るのは危険よね。現場がニューロシェルの販売店だったことだけは確認できる。3人の詳しい役割分担も警察発表だけでは見えないのよ。だから全員が同じ情報を使ったような言い方も避けるぜ。今日このまま受け取れるんだよね。もう予定も決めたよの。焦らなくていいだろう。確認が終われば話は先へ進むはずだ。この会話も一般化した再現で実際の発言ではないぜ。でも申請を出す前ならまだ手続きをやめられたはずよね。他人の情報を使う、店へ行く、ローンを申し込むという連鎖だ。一回の勢いじゃないわ。何度もやめる場面があったでしょう。戻れる出口を一つずつ自分で閉じた形に見えるわけだな。準備に時間をかけたことは続けていい理由にならないのよ。むしろ途中で止まればその後の被害を小さくできたはずだぜ。第3の分岐点は販売店スタッフが違和感を覚えた場面だ。担当者が一人で契約を通さず疑いを周囲へ共有したのね。警察発表では店側が不正購入の疑いを通報したとある。どの書類のどの部分が決定打だったかはわからないのよね。写真、署名、住所、信用情報のどれかは資料に書かれていない。だから今回の店が言った照合手順としては紹介できないわ。確かなのはスタッフが違和感を放置しなかったことだぜ。高額な商談でも急がず止める判断が被害を防いだのね。売る側の確認が名義人2人の信用を守る結果につながった。確認に少し時間がかかる。ここで待っていてほしいんだ。まだなの？さっきから同じ書類を何度も見ているじゃない。これも複合再現だ。店員や容疑者の実際の会話ではないぜ。事実なのは販売店から警察へ連絡が入ったことだけね。午後4時30分頃ニューロシェル市警の刑事が動いた。商談中の3人には待ち時間の意味がわからなかったかもね。だが店側では売買より本人確認が優先されたわけだぜ。不審な取引ほど相手を刺激せず確認する冷静さが必要ね。独断で白黒を決めず確認できる相手へ繋いだ判断だな。到着した刑事は現場にいた3人の状況を確認したぜ。その上で申請に名前を使われた2人へ連絡したのよね。1人はペンシルベニア州、もう1人はアイオワ州の住人だった。2人ともそのローン申請に身に覚えがないと確認されたわ。遠く離れた本人への直接確認で無断使用が明らかになった。そして現場の3人はその場で逮捕されることになったのね。ここからは動機の断定じゃなく一般的な心理構造の話だぜ。今回の3人が見栄で動いたという直接証拠はないのよね。警察発表にブランド志向や借金歴の記載は見当たらない。本人の供述もわからないなら心の中を事実にはできないわ。その線を引いた上で引き返せない連鎖を考えてみるぜ。最初は高価なものが欲しい
という単純な願いかもしれない。それが持っている自分を見せたい目的へ変わることがある。欲しいものより持っている自分を守り始めたら危険信号ね。自己像を先取りすると現実の支払い能力が脇へ追いやられる。手に入れた後の姿ばかり見て今の条件を軽く扱うのね。万能感は審査の仕組みまで味方だと思わせるから厄介だぜ。審査は願望を認める儀式じゃなく返済条件の確認なのよ。見せたい自分が大きいほど不都合な数字を避けたくなる。そこで名義や収入を借りればいい。となったら一線を越えるわ。他人の情報は夢を通すための部品じゃないからな。その人が築いた信用とこれからの生活につながっているのよ。次に働きやすいのが費やした手間を惜しむサンクコストだ。ここまで準備したから戻れないという考え方のことね。本当は準備が増えても不正を続ける理由にはならないぜ。むしろ異変に気づいた瞬間が損失を止める最後の出口よ。もう店まで来た、もう申請したという事実が判断を縛る。やめた時の恥ばかり大きく見えて続ける危険を軽く見るのね。都合の悪い兆候を軽視する。正常性バイアスも重なりうる。何も言われていないから大丈夫と勝手に安心するわけね。同行者がいると自分だけの判断じゃないと思う場合もある。誰かが止めるだろうと考えて全員が黙ることもあるわね。ただしこれも今回の3人に確認された真理ではないぜ。一般論を実在する容疑者の診断みたいに語れないものね。確かな被害構造は他人の名義が道具にされた点にある。見えない相手だからこそその信用を軽く扱わないことね。結末は10万ドル超のローン取得が店頭で阻止されたことだ。販売店スタッフの通報を受け刑事が現場へ来たのよね。そして現場にいた3人全員がその場で逮捕されたぜ。逮捕された事実と有罪が確定したことは別だから注意ね。警察が発表したのは逮捕時点での複数の容疑だな。裁判で何が認定されたかは今回の資料ではわからないわ。それを踏まえて発表された容疑を整理していくぜ。2人には第2級へ窃盗の容疑が発表されているぜ。さらに第4級共謀と第2級偽造文書所持の容疑だ。そして第2級身元情報窃盗を加えた4種類の容疑だな。もう一人には第4級共謀と第7級規制薬物所持の容疑ね。容疑の重さを並べても有罪判決の代わりにはならないぜ。でも名義人2人が無断使用を確認した事実は残るのよ。10万ドルの車内じゃなく事情を聞かれる側に座る結末だ。名義人は警察からの連絡で申請を知った可能性があるのね。確認できるのは警察が本人へ連絡し無断使用を確かめた点だ。逮捕されたからといって被害への不安まで消えるわけじゃない。信用情報への影響や賠償の有無は今回の確認範囲では不明だ。基礎判断や保釈、裁判の最終結果についても断定できないわ。確認できたのは2023年3月31日付の警察発表までだぜ。ここからは高額取引と名義被害を止める3つの確認よ。第一に写真付き身分証だけで本人だと決めつけないことね。氏名、住所、署名、申し込み情報、信用情報を複数で照合するのよ。1項目が合っていても他の不一致を見逃しちゃダメだぜ。ただしこれは防止策で今回の店の実際の手順とは限らないわ。第2に家族から名前だけ貸してと言われても承諾しないこと。審査だけという頼みでも用途と金額、返済責任を確かめるのよ。名義人には請求や信用上の問題が及ぶ可能性があるからな。見栄の借金や保証人の依頼も家族だからと曖昧にしないでね。断るのは冷たさじゃない、双方の生活を守る確認なんだぜ。第3に取引の違和感を担当者1人で抱え込まないことよ。手続きを止め上司や不正対策担当へ状況を共有するの。必要なら公的窓口へつなぎ確認が済むまで進めないことだな。本件では店の通報後警察が名義人2人へ直接確認したわ。1人で抱えず通報した判断は高額ローンを店頭で止めたぜ。身近な見栄と名義トラブルを見逃したくないならチャンネル登録で次の事件簿も確認してくれだぜ。この内容は2023年3月31日付の警察発表に基づき逮捕や容疑の発表は有罪確定を意味しないぜ。裁判の最終結果は未確認だ。